こんにちは、アイルスチャンネルです。今回の方はスマホの著者のアンデシュ・ハンセンさんはスウェーデン出身の精神科医です。現在の私たちはスマホが手放せません。そして SNS を見ると人の時間が失われて精神や肉体に影響が出ると言います。私たちはスマホとどう付き合っていけばいいのでしょうか。早速ご紹介していきましょう。私たちは進化の産物だ。進化は良いものでも悪いものでもなく、意地悪をするわけでもない。ただ環境に適応していくだけだ。そこで実際には何が起きているのだろうか。北米に生息するクマを例に挙げてみよう。クマたちはどんどん遠くに移動してアラスカにたどり着き、極寒の地に暮らすことになった。茶色の毛皮は雪景色に溶け込まず、唯一の獲物であるアザラシにすぐ見つかってしまう。クマたちは飢餓の脅威にさらされた。ところが、あるメスクマの卵子に突然変異が起きた。毛皮の色を司る遺伝子が白い毛皮になるように変化したのだ。白い毛皮を持って生まれた子グマは他のクマよりもアザラシに近づくのが得意だった。食料を得やすいと生き延びる可能性が高くなり、子孫も多く残せるようになる。その子孫もまた白い毛皮を持ち、やはり生き延びて子孫を残す確率が高くなる。こうして1万年から10万年ほどかけて、アラスカのクマはみんな白い毛皮になり、白クマと呼ばれるようになった。生き延びて子孫を増やす確率を高められる特性。それが受け継がれ当たり前の存在になるには長い年月がかかる。白クマに続いて今度は10万年前のサバンナに生きた人類を思い浮かべてみよう。その女性をカーリンと呼ぼうか。カーリンが高カロリーの甘い果実が実る木へ走ってきた。そして実を1個だけ食べると満足して帰っていく。翌朝にまたお腹が空いてその木のところに行く。しかしもう実はなくなっている。誰かが全部取ってしまったのだ。カーリンが生きている世界では果実のない木は死を意味することもある。人口の 20% が飢えで亡くなっていたのだから。次に別の女性を想像してみよう。同じサバンナに住むマリアだ。甘みを認識する遺伝子に突然変異が起き、甘い果実を食べるとマリアの脳にはドーパミンと呼ばれる物質が大量に分泌される。ドーパミンは満足感を感じさせ、それをしたいと思わせる物質だ。その結果、マリアは気になっている果実を全部食べてしまいたいという激しい欲求を感じる。一つくらいでは満足せず、食べられるだけお腹に詰め込む。さすがにお腹がはち切れそうになり、よろよろと去っていく。翌朝目覚めると、また美味しいものを食べたくなる。それで、またあの木に行ってみるが、いくつか残しておいた果実は何者かに取られていた。残念ではあるが、前日にたくさん食べたのだから、カロリーはまだ体に残っている。さて、生き延びる確率が高いのは、カーリンとマリアのどちらだろうか。もちろん、マリアである。消費しきれないカロリーは脂肪として蓄積され、食べられるものが見つからないときに、その人を餓死から守ってくれる。そうすると、子供を産んで遺伝子を残す可能性が上がる。このカロリー欲求は遺伝子のせいなので、その特質は次の世代にも受け継がれ、その世代も生き延びて子孫を残すことが容易になる。何千年か経つ頃には、カロリーへの欲求はその人たちの間で一般的な性質になっていく。今度はカーリンとマリアを現代社会に置いてみよう。カーリンはマクドナルドを見つけ、ハンバーガーを一つ買い求め、程よく満腹になって機嫌よく店を出ていく。今度はマリアがマックに入り、ダブルチーズバーガーとフライドポテト、コカ・コーラにバニラシェイクを注文して、はち切れそうなお腹で店を出ていく。翌朝またマックに行くと、嬉しいことに昨日と同じく食べ物で溢れている。マリアは昨日と同じメニューを注文する。数ヶ月経つと、マリアの体に異変が起きる。体重が何キロも増えるだけではなく、
糖尿病も発症した。彼女の体は高い血糖値に耐えられなくなっている。これでカーリンとマリアは立場が逆転した。サバンナでは生き延びるのを助けてくれたカロリー欲求が現代社会には適していない。人類の歴史の 99% の期間、私たちの生存を維持してきたカロリー欲求のメカニズムが突如として害を引き起こすようになったのだ。これは家庭の話ではなく、私たちがまさにやっていることだ。翌日の食べ物に困らない社会の変化は、ほんの数百年で起きたものだ。あまりに期間が短く、人間の体はまだ対応できていない。生物学的には、脳はカロリーを目の前にすると、毎回こう叫んでいる。今すぐ口に入れろ。明日にはなくなっているかもしれないぞ。結果は明白で、世界中で肥満と糖尿病が増えた。現代社会に適応できてないのは体だけではない。精神面でも同じことが言える。例えばマリアは常に危険に対する不安を感じ、危険を避けるために計画を立てる。そうやって生き延びる確率を高めてきたのだ。多くの人が怪我で死んだり、動物に食われたりする時代だったのだから。今の安全な世界に暮らしていたとしても、マリアは常に破滅を想定する性格のせいで心を病み、うつや恐怖症になってしまうだろう。常に周囲を警戒し、すぐに他のことに気を取られる。かつてはそんな性格のおかげで危険を速やかに避けることができたのだ。茂みの中でカサカサと音を立てているのは食べられるものかもしれない。すぐに見てみよう。現代ではそんな衝動や感情のせいで集中できないと ADHD 多動性障害の診断が下るのだ。私たち人類は数十万年のうちのたったの数百年間で環境を著しく変化させたのだ。私たちは今とは異なった環境に適応するよう進化しているので、今生きている時代には合っていない。スーパーのお菓子売り場の前に立つと、餓死を回避すべく進化した脳が私たちに答えを与えてくれる。お菓子が食べたい。食べ物が溢れる現実に脳は追いついていない。だからお菓子の前に立つと多くの人は合理的な判断を下せなくなる。私たちがカロリーを欲しがるマリアの子孫である可能性は非常に高い。あなたや私にとってのストレスは日々の予定を調整しなければいけない。締め切りに間に合わない。人間関係がうまくいかない。というようなことだろうが、それらは歴史的に脳にストレスをかけてきた要因ではない。医学用語で HPA 系と呼ばれるシステムを詳しく見ていこう。これは数百万年の進化の産物で、人類だけではなく鳥や犬や猫などすべての脊椎動物が持っているシステムだ。HPA 系は視床下部という脳の部分から始まり、肝臓の上にある副腎へコルチゾールというホルモンを分泌するよう命令を送る。コルチゾールは体にとって最も重要なストレスホルモンだ。HPA 系は人間にしても動物にしても緊急性の高い脅威に遭遇した時のために発達したのだろう。ライオンに遭遇すると HPA 系が気をつけろと警報を鳴らす。この反応はコルチゾールを分泌するよう要請するのだが、このコルチゾールがエネルギーをかき集め、心臓の鼓動を速くする。ストレスを感じて心拍数が上がるのは誰しも経験があるだろう。なぜ上がるのか。それはライオンに遭遇したら素早く反応して攻撃するか走って逃げるかしなければいけないからだ。どちらにしても筋肉に大量の血液が必要になり、そのために鼓動が速くなるのだ。この反応が今も私たちの体に残っていて、ストレスにさらされると心拍数が上がる。ありがたいことに現代では命に関わるレベルの心配をする機会はほとんどない。ただし心理的なストレスを受けると脳内で同じシステムが作動する。仕事の締め切りやいいねがあまりつかないことや人間関係に問題があるというようなことで、今の私たちの HPA 系にかかるストレスは
ライオンに出くわした時ほど集中力は求められない代わりに長時間継続することが多い。時には数ヶ月や数年続くこともある。だが HPA 系はそういった種類のストレスのために進化してきてはいない。だから長い期間にわたってストレスホルモンの量が増えていると脳はちゃんと機能しなくなる。常に戦うか逃げるかに直面しているとそのこと以外のことをすべて放棄してしまうのだ。睡眠や食欲や繁殖行為などを後回しにしてしまう。お腹の調子が悪くなったり、吐き気がしたり、不眠に悩んでいる人が現代ではたくさんいる。これはすぐに解決すべき問題以外は後回しにするという脳の仕組みを考えれば何もおかしいことはない。長期ストレスの影響はこれだけではなく、私たちの思考能力にも影響を与える。強いストレスにさらされると社会的に緻密な行動を取れなくなっていく。些細なことでも強い苛立ちを感じるようになり、誰かの靴下が床に転がっているだけでも我慢できなくなる。さらに長期記憶の保存ができなくなり、ストレスにさらされている時期は記憶があやふやになることが多くある。このような HPA 系を作動させるのは脳の扁桃体であることが分かってきた。扁桃体の作動の仕方は火災報知器の原則と呼ばれている。つまり間違えてならないよりなりすぎる方がいい。敏感だが正確ではない。長い間人類は危険に満ちた世界に生きていて、2人に1人は10歳になる前に死んでしまう。だからこの火災報知器の原則が運命を左右したのだ。ライオンに似たものを見かけるたびに逃げる人は、逃げない人よりも生き延びる可能性が高かった。たった1回逃げ損なって死ぬくらいなら、多めに逃げて何が悪い。つまり、扁桃体が不正確なのには訳があるのだ。日本にうつ病の人は何人いるかご存知だろうか。なんと1500万人がうつもしくはそれに近い症状になっているという。10人に1人はうつになっている。昔に比べると寿命も伸び、娯楽がたくさんあり、クリック一つで買い物ができる便利な世の中なのに、なぜこんなことになったのだろう。原因として一番多いのは長期のストレスだ。今の私たちにとってストレスというのは LINE の既読がつかないとか、24時間送られてくるメールを整理するとか、お金のやりくりに困るとか、そういった類のものだが、私たちの祖先のストレスシステムを作動させていたのは、猛獣や自分を殺そうとする人間、飢えや感染症だ。そのシステムは今も私たちの中にある。猛獣に襲われることと LINE の既読がつかないことを同じストレスシステムで感じている。だから脳は頭から布団をかぶって隠れていろと命令する。その時、脳がどんな手段で私たちを動かすのかというと、感情である。脳は私たちの気分を使って危険いっぱいの環境から遠ざけようとする。ひどく気分を落ち込ませることで引きこもらせるのだ。引きこもったところで人間関係やお金の悩みは解決しないのだが、私たちのストレスシステムは現代社会に適応するようには進化していない。だから、逃げるという解決策を取る。さて、いよいよスマホの登場だ。あなたが朝起きてまずやることは、スマホに手を伸ばすこと。一日の最後にやることは、スマホをベッド脇のテーブルに置くこと。私たちは一日に2600回以上スマホを触り、平均して10分に一度スマホを手に取っている。スマホがないとその人の世界は崩壊する。スマホはいかにしてこの世を堕落させたのか。それを理解するために再び脳の中を覗いてみよう。お腹が空いている時にテーブルに食べ物が出てきたら、それを見ているだけでドーパミンの量が増える。増えているのは食べている最中ではなくて、その食べ物を食べるという選択をさせるために、ドーパミンはあなたに囁く。さあ、これに集中しろ。そして、
食べた後に満腹感を感じさせるのは、体内のモルヒネと言われるエンドルフィンが大きな役割を果たしている。ストレスシステムと同じように、このような脳内の報酬システムは何百万年もかけて発達してきた。報酬システムにとっても、現代社会は未知の世界だ。実は、スマホはこのドーパミンの量を増やす。チャットの通知が届くと、スマホを見たい衝動に駆られるわけだ。スマホは私たちの報酬システムのメカニズムをハッキングしているのだ。そこを見ていこう。進化の観点から言えば、人間が知識を渇望するのは不思議なことではない。周囲をより深く知ることで生存の可能性が高まるからだ。天候の変化がライオンの行動にどう影響するのか、それが分かれば猛獣の餌食になるのも避けられる。周囲の環境を理解するほど生き延びる可能性が高まる。その結果、人間は新しい情報を探そうとする本能を持つに至った。この本能の裏にある脳内物質はドーパミンだ。生存するために新しいことを学びたいと思わせる目的で、脳はドーパミンを放出する。私たちの脳はよく知っていること、例えば自分の家から職場や学校までの道というようなものには反応しない。ところが知らないものを見るとドーパミンが一気に作動する。知らない場所に行ってみたい。新しいことを体験してみたいという欲求だ。私たちの祖先が生きてきたのは食料や資源が常に不足していた世界で、この欲求が新たな可能性を求めて移動するように人類を動かしてきたのだろう。数十万年時間を巻き戻して食べ物の入手という永遠の課題に挑んでいる女性が2人いるとしよう。一人には新しい場所や環境を探したいという衝動があり、もう一人にはない。前者の方が食べ物を見つけられる可能性は高い。移動すればするほど食べ物が見つかる確率は高くなるからだ。今度はあなたが生きる時代まで早送りしてみよう。脳は基本的に昔と同じままで新しいものへの欲求が残っている。そしてスマホが運んでくる新しい情報に反応する。スマホのページをめくるごとに脳がドーパミンを放出し、私たちはクリックが大好きになる。しかも実は今読んでいるページよりも次のページに夢中になっているのだ。報酬システムを激しく作動させるのはかもしれないという期待だ。何かが起こるかもという期待は私たちを駆り立てドーパミンを放出させる。なぜ脳は不確かなものに多くのドーパミン報酬を与えるのだろうか。あなたの祖先がたまにしか実のならない木の前に立っている姿を思い浮かべてほしい。実がなっているかどうかは地上からではわからないので、木に登らなくてはならない。登ってみて何もなかったら別の木に登って探すことが生存していくためには重要だ。外れを引いても諦めない人はそのうちに高カロリーの果実というご褒美をもらえる。生き延びる確率が高まる。報酬を得られるかわからなくても私たちは探し続ける。この衝動によって食料不足の時代に生きた祖先たちは生き延びてきたのだ。スマホの通知音が鳴るとスマホを手に取りたくなるのもそのせいなのだ。何か大事な連絡かもしれない。もしかしたら気になるあの人からかもしれない。不確かなものに強い欲求を感じ、ちょっと見てみるだけとスマホを手に取る。私たちはこれを頻繁にやっている。インスタやツイッターがスマホを手に取らせ、何か大事な更新がないか、いいねがついていないか確かめたいという欲求を起こさせる。あなたが会社である文章を書いている最中だとしよう。その時、チャットの通知音が聞こえ、スマホを手に取りたい衝動に駆られる。何か大事なことかもしれない。やはりスマホを手に取って、ついでにさっきインスタに投稿した写真にいいねがついていないかどうか素早くチェックする。すると、住んでいる町に事件があったという記事がシェアされている。その記事をクリックし、少し読んだところで、新作のハンドバッグの広告が目に入る。ちょっとだけどんなバッグか見てみようと思って広告をクリックする。
さっきまで書いていた文章は遥か彼方だ。ここであなたは集中力がないと嘆く必要はない。あなたの脳は数十万年かけて進化した通りに機能しているだけだ。SNS の通知音のような不確かなものにはドーパミンというご褒美を差し出す。そのおかげでスマホを見たいという欲求が起きる。脳は新しい情報も探そうとする。アプリのお知らせは社会とつながっていると実感させてくれる。もともとは生き残り戦略だったはずの脳のメカニズムのせいで、人間はデジタルのご褒美に次々と飛びつく。それが文章を書く邪魔になるからといって脳は気にも留めない。脳は文章を書くためではなく、生き延びるために進化したのだから。スマホが脳をハッキングするメカニズム、そしてなぜスマホを遠ざけておくのが難しいのか、これで分かっただろうか。次の章で私たちを虜にするスマホに、私たちがどんな影響を受けているのかを見ていこう。脳にはいくつものことを同時処理するというすごい能力があるが、知能の処理能力には著しく限定された領域が一つだけある。それは集中だ。私たちは一度に一つのことにしか集中できない。メールを書きながら人の話を聞ける自分はすごいと思うかもしれないが、二つの作業の間で集中の対象をパッパッと変えているだけというのが現実だ。集中する対象を変えるだけなら1秒もかからないが、問題は脳がさっきまでの作業の方に残っていることだ。脳には切り替え時間が必要で、集中する先を切り替えた後、100% 集中できるまでには何分も時間がかかるという。複数の作業を同時にやっているつもりで、実際にはこの作業からあの作業へと飛び回っているだけならば、脳は効率よく働かない。それなら、そんなことはやめろと脳が忠告してくれても良さそうなのに、そういうわけでもない。むしろ、マルチタスクをするとドーパミンを与えて気持ちよくさせてくれる。つまり、脳はあえて働きが悪くなるようなことを私たちにさせる。それはなぜだろう。これは私たちの祖先があらゆる刺激に早く対応できるように警戒態勢を整えておく必要があったせいだ。わずかな気の緩みが命の危険につながる可能性があるのだから、何事も見逃さないようにしなければならない。火災報知器の原則だ。集中を分散させ、すべてに素早く反応すること。脳はそうやって進化してきたのだ。ドーパミンという報酬を与えて複数の作業をさせ、簡単に気が散るようにした。私たちは今でも喜んでそれに従っているが、それには代償もある。何かを学んで新しい記憶を作るとき、脳の細胞間のつながりに変化が起きる。短期記憶を作るには既存の細胞間のつながりを強化するだけでいいが、数ヶ月や数年、あるいは一生残るような長期記憶を作ろうとすると、プロセスが複雑になる。記憶を維持し、長く保たれるようにするためには、新たなタンパク質を合成しなければいけないし、そこを通る信号を何度も出さなければいけない。この作業はエネルギーが必要になる。新しい長期記憶を作ることは、脳が最もエネルギーを必要とする作業だ。記憶するためには集中しなければいけない。情報を作業記憶に入れる。そこで初めて固定化によって長期記憶を作ることができる。ただ、インスタやメール、ニュースを次々にチェックして脳に影響を与え続けると、情報が記憶に変わるこのプロセスを妨げることになる。絶えず新しい情報が顔を出せば、脳は特定の情報に集中する時間がなくなる上に、限られた作業記憶がいっぱいになってしまう。脳は体の中で最もエネルギーを必要とする器官で、エネルギーの2割を脳が使っている。10代の若者なら3割だ。今なら必要な時にカロリーを体に取り込めるが、石器時代はそれができなかったため、体の他の部分と同じように脳もエネルギーを節約して効率的に物事を進めようとする。つまり近道をしようとするのだ。ある実験で
被験者たちは文章を耳で聞き、一行ごとにパソコンに打つように指示された。半数の人にはパソコンに情報が残ると言われ、残りの半数の人には情報は消去されると教えられた。すると、パソコンに情報が残っていると言われた人は、消されると思っていた人よりも覚えていた量が少なかった。どのみち保存されるのになぜそれにエネルギーを浪費しないといけないんだ？脳はそう考えるのだ。他の人が何をしているか、お互いにどんな関係にあるのか、これを知っておくと有利だったため、人間にはそういう情報を得たいという強い欲求がある。高カロリーな食べ物を食べると脳が満足感というご褒美をくれ、エネルギーたっぷりのものを食べることで餓死するのを防いできた。それと同じように、他人の情報を知ったり広めたり、噂話をすると満足感を感じるように、脳のメカニズムが進化してきたのだ。面白いことに、私たちはとりわけ悪い噂が好きらしい。上司が泊まりがけの研修で酔っ払って恥をかいたという話は、上司が優れたプレゼンをしたという話よりも興味をそそる。また、悪い噂は絆を強める。二人の人間が第三者のことを話すとき、その二人には仲間意識が芽生えることが判明している。上司のプレゼンが良かったという話より、上司が恥をかいた話をする方が、あなたは同僚に親しみを感じるというわけだ。なぜ脳は悪い噂が好きなのか。それは悪い情報が特に重要だったからだ。誰が信用できて、誰と距離を取った方が良いのかを把握することができる。同じ理由で私たちは争いごとに強い関心を持つ。敵がいる人にとって他にもその敵を嫌っている人がいるというのは貴重な情報だ。同盟を組めるかもしれないのだから。私たちの祖先にとって誰が誰に恨みを抱いているか、誰に気をつけた方が良いかという情報は食べ物がどこにあるかと同じくらい重要だった。また、噂話を通じて互いに目を配るのは敵から身を守るためだけではなく、人間の社交性も関係している。互いに協力して生き延びてこられたのはその社交性のおかげだ。多くの研究によって社交的な人の方が長生きしやすく、孤独な人は早死にする危険が高いということが報告されている。この社交への欲求は私たちの祖先がつないできた基本的な本能であるが、今の時代の社交への欲求はスマホの中に移動している。現代では隣の町にいる友人どころか、地球の反対側にいる人とも瞬時に連絡が取り合える。では私たちは本当に SNS によって社交的になったのだろうか。5000人以上を対象にした実験では、現実に人と会う人ほど幸福感が増していた一方で、Facebook やインスタなど SNS を使う時間が長い人ほど幸福感が少なかった。研究者たちは SNS によって自分は社交的であると思いがちだ。しかしそれは現実の社交の代わりにはならないと結論付けている。なぜ幸福感が少なくなるのだろうか。可能性としては、みんながどれほど幸せかという情報を大量に浴びせかけられて、自分は孤独な人間だと感じてしまうことだ。SNS が幸福感に与える影響を分析するときに、社会的階層の中でのその人の位置は重要な要因だ。その仕組みを理解するために別の脳の伝達物質について見ていこう。ドーパミンのように私たちの気分に影響を与える物質、セロトニンだ。セロトニンは心のバランスに関わるとされており、これは集団の中での地位にも影響する。猿の群れを複数調査したところ、群れのボスはセロトニン量が多く、その他の個体と比べるとおよそ2倍もあった。人間にも同じような影響を与えているようで、アメリカの学生寮に住む大学生を調査したところ、長く寮に住むリーダー的存在の学生は、新顔の学生に比べてセロトニンの量が多かった。そして興味深いことに、ボスの地位を失った猿はセロトニンが減り、行動が変化した。
疲れ切ったように呆然としてうつ状態になる。セロトニンが減少すると内向的になるのだが、これはボスの地位を退いた猿が新しいボスの脅威にならないようにする自然の摂理なのかもしれない。言い換えればストレスの原理と同じようなものだ。先ほど見たように、ストレスの原則は長期間ストレスを受けた脳はその人の気持ちを落ち込ませる。危険がいっぱいの世界から逃げるためだ。セロトニンもそれと同様に、猿はボスの地位から突き落とされると、そこから逃げ出して相手の脅威にならないようにする。その結果、精神状態が悪くなり他人と距離を取ろうとする。人間の世界においても、他人と競争して負け、社会的な地位が下がると、セロトニンが減少して不安になり、心の健康を損なう。私たちは毎日インスタや LINE などを通じて競い合っている。一番遠くに旅行した人は誰？美味しそうな食事写真をたくさんアップしているのは誰か？どの部門でも勝つのはいつも自分以外の誰かだ。SNS を通じて常に周りと比較することが自信をなくさせている。特に自己評価が低く自信がない人や10代の思春期の人は SNS のせいで精神状態が悪くなるリスクを抱えている。また、興味深いのは SNS をよく使う女性は満足感が低いという実験が出ている。この傾向は男性には見られない。特に女性や思春期にある人の気分を落ち込ませ、孤独を感じさせ、自信を失わせているという兆候が大いにある。はい、これで本の要約を終わります。人類が生き延びるために数十万年かけて身につけた本能は今の時代に合っていません。スマホは私たちのドーパミンを刺激して夢中にさせ、SNS などで他人と比較することによってセロトニンが減少して気分を落ち込ませ、身の危険を避けるために生まれたストレスホルモンであるコルチゾールはデジタル社会の普及によって長期にわたって私たちの体と心を蝕んでいます。スマホ依存から抜け出し、心の病気にならないためのアドバイスを著者がいくつかしてくれています。自分のスマホ利用時間を知る。目覚まし時計と腕時計を買う。友人などと会っているときはスマホをマナーモードにして一緒にいる相手に集中しよう。ストレスの兆候を見逃さないようにしよう。一番重要なのは運動です。どんな運動も脳に良い影響を与えます。特にストレスを強く感じている場合は週に3回ほど45分間ぐらい息が切れて汗をかくまで運動するといいそうです。これを実践してスマホ依存から抜け出しましょう。